きげんよう。最近暑さに耐えられなくて溶けそうなシュリルです。お待たせしました。今日の海外ですはペナ観光編後編です。ペナに来たら必ず訪ねる観光地があります。それが極楽寺ケロシと登畑山ペナヒルです。この2カ所は近いので同日に行くことをお勧めします。では早速見に行きましょう。まず先に向かったのは極楽寺です。ペナンでは中国の方言福建語が使われていて、極楽寺は福建語でケロシと言いますので、マレー語ではローマ字のケロシと表記されます。車で行く場合、道路標識のケロシについていけば大丈夫です。今まで麓から商店街を通って上まで登りましたが、今回お年寄りメンバーもいるので商店街を通らずに車で直接上まで行きました。極楽寺は年々拡大されています。昔は白いと万物宝塔までしか行けませんでしたが、今は一番上にあるすごく大きい観音像まで行けるようになりました。この観音像は最近新設したわけではないんですが、割と新しい方です。極楽寺の上には駐車場が2カ所あります。一つは万物宝塔より手前のところにあって、もう一つは観音像のあるところにあります。曲がりくねった道を通って万物宝塔に近い真ん中の駐車場で降りました。駐車場から入ったらすぐにペナンのお土産やマレーシアの駄菓子など販売している売店が並んでいました。ここから先の階段はなぜか昔も今も物乞いがいますが、特に危害を加えてくるわけでもないので無視して大丈夫です。階段を登って入り口に寄付した方々の名前を彫刻された石板があります。そして最初に向かったのはお釈迦様がいっぱい並んでいて、いろんな綺麗で鮮やかな花が咲いている場所です。実は極楽寺にはいろんな仏像が置いてあります。日本の仏教と同じそれぞれの仏像には違う務めがあります。次向かったのは白いと万物宝塔です。入場料は2リンギほどかかります。建物の壁には繊細な彫刻が施された石板。この庭では帰国時の良い鳥の鳴き声と水の流れ音がします。そして中に入って万物宝塔に登りました。各階には違う仏像がいまして、一番上まで登りましたら極楽寺の周りを見渡れます。次に向かうのは大きい観音像が置いてある場所です。本さんの家族は先に車で向かいましたし、ここから直接歩いていけませんが、特殊リフトに乗って行けます。乗り場は販売店の中にあります。こちらのリフトは普段17時半までしか利用できませんが、旧正月の間夜のライトアップがありますので、その期間中は夜10時までご利用できるそうです。リフトの使用料は片道で大人3リンギで、子供は半額の 1.5 リンギです。片道か往復の切符が買えます。工事中で街側で見ることはできませんでしたが、それでもこれほど近くなるとその強大さに圧倒されましたね。日本の神社には絵馬やおみくじなどがありますが、ペナンの極楽寺は祈願用のハスキャンドル、通称ハスの明かり、パイナップルキャンドルと祈願用リボンがあります。
供養用の明かりには自分を犠牲して大衆に役に立つという意味があります。そしてハスには4つの徳という意味があります。その4つの徳は香り、清らかさ、柔軟さと可愛さです。パイナップルは福建語で金運がやってくると発音が似ているため、旧正月の時にパイナップルのランタンなども売られたりして金運の祈願用として使われることが多いです。そしてビデオで出ても何回かちらっと出てきた木につってあるカラフルなリボンは祈願用リボンです。リボンの色によって祈願目的が違います。リボンは1本1連木で下の繊細バッグに自主的に投入するようになっています。日本の神社の100円みくじと同じ感じですね。買ったリボンを近くの木に結んでおけば OK です。極楽寺を出て近くのペナヒルに向かった途中、近くの屋台で食事をとりました。食事どころは裏道の木の下となります。案外人が多いのでそろそろ食べ終わるテーブルの近くで待って陣取りしなければなりません。マレーシアではレストランなどのウェイトレスが案内してくれる場所ではない限り、これが習慣というか食文化の一つです。もちろんテーブルに座っている人はきっと居心地悪いですが、席を取るにはそうするしかありません。こちらで注文したのはラクサ、グエティアスープとミーゴレンです。ラクサはサーディン、イワシの生臭さが強いですが、チャレンジャーはぜひ試してみてください。ラクサのスープは辛くて若干酸っぱいです。癖が強いですがマレーシア人の好物の一つです。グエティアはベトナムのフォーと似ています。太さはバラバラですが基本的にフォーより太いです。グエティアスープは辛くないし癖のない食べ物なので安心して食べられます。ミーゴレンは結構辛さが効いていましたが味はすごく美味しかったです。食べ終わったら早速ペナヒルに向かいました。ペナヒルに登るには電車に似たケーブルカーに乗らなければなりません。ケーブルカーの乗車料込みの入場料はマレーシア人と外国人で違います。マレーシア人の場合はマイカードという身分証明書を提示すればマレーシア人料金でチケットが買えます。マレーシア人料金と比べて外国人料金は高いです。ペナヒルだけではなくて実はマレーシアの観光地はマレーシア人料金と外国人料金を分けるところが結構あります。入場チケットはカード形式です。ケーブルカーに乗っていったら途中で昔使っていた赤いケーブルカーが見えてきます。途中には駅がありますがそれはペナヒルの住人とスタッフさん専用です。ペナヒルにはいろんな写真スポットがあります。カプリにはハートがいっぱい並んでいる道とパリを真似た南京錠をかけてある橋。家族ならおすすめするのはドローンを使った宣伝風の映像撮影サービスです。サービス料金は40リキです。ペナヒルは撮影以外別途料金がかかるところもあります。入場料10リンギかかる袋の彫刻がいっぱい置いてある袋博物館、40リンギかかるバギーに乗ってペナヒルを一周するサービスもあります。ペナヒルは観光地だけではなくて上には人も住んでいます。それでモスクやヒンドゥー寺院があります。もしお腹が空いていたら袋博物館と同じところにフードコートがあります。フードコートではペナヒルの記念品としてメタルも購入できます。はい、以上今回のペナ観光編はここまでとなります。ざっくりな部分もありますがぜひ皆さんに来ていただきご自身で存分楽しんでいただきたいため内容つまんでご紹介させていただきました。また今回行けなかったところもかなりありましたがまたペナに行って回りたいです。
そして最後にお知らせがあります。今まで毎週木曜日に最新ビデオ公開をできるだけ努めてきましたが、最近私のスケジュールが埋まりすぎて申し訳ないことに不定期更新という形に変更させていただきます。毎週楽しみにしてくださる方には本当に申し訳ないです。本当に申し訳ないです。次のビデオ公開はまだ決まっていませんが、チャンネル登録していただければ YouTube から通知が届きます。では引き続きご応援よろしくお願いします。またねー。僕キラリ職業内藤キュン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 ハズル登録お願いね。カチ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 。そしておすすめの動画もあります。カチ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 。